今はカンファー省カムラン市にいます。今日はニャチャンに向かう予定です。ちなみにマップ全体で見ると今この辺です。本当はオーナーさんから教えてもらったおすすめの島に行きたかったのですが、そこの口コミを見ると外国人は船に乗ることができないとのことで、今回は諦めました。今日はキャンプをしようと思います。周りをブラブラ走りながら炭と海鮮を買いに行きます。ローカルなお店で炭を2キロ買いました。それからコーラや氷、サンダルも買って全部で5万ドンぐらいでした。次は海鮮を買いに行きます。エビと魚を買いました。ホーチミン市と同じぐらいの値段でした。ちょっと健康も気にして野菜も買いに行きます。野菜を売っているお店を発見し2万ドンで買いました。これでキャンプの下準備は完了です。今日はとても晴れていて天気がいいです。近くの人に聞いてみると、ここの付近にはロングビーチがあり、人も少ないからキャンプができるよと聞きました。今日は早く起きて時間もたっぷりあるので長く楽しめそうです。今回はテントの設置の様子を撮影していませんでした。砂浜がゴミだらけだったので掃除をしながらバーベキュー用の木材も拾っていきます。もう一度ゴミを拾った時にびっくりするものを見つけました。裸足では危ないのでサンダルを使わないといけませんね。ここでは夜のキャンプはできそうにありませんが、海はとても綺麗です。このような状態ですが、隣に高級リゾートがあるのには驚きました。拾ってきた木材と買った炭を使って穴を掘って炭を入れる場所を作っていきます。炭が大きいので炭を割っていきます。お昼になりお腹が減ってきたので料理を作ります。風が強すぎてガスボンベでも火がつかないので火を起こすのに30分かかりました。今回はカキ、ブラックタイガーというエビ、マナガツオを焼いていきます。砂が食べ物につかないように注意します。前回は海の水で洗ったため砂がたくさんついてしまったので、今回は気をつけます。ここの海は深いと思うので、今日は泳がず見るだけにしようかな。近くの看板には、ここの海は渦を巻くので気をつけてくださいと書かれていました。また、隣のリゾートの警備員も同じことを言っていたので、海水浴には向いていない海であることが分かりました。こんな感じで焼いていきます。風が涼しくて景色も綺麗です。これで食べ物も美味しければ最高ですね。まずは魚を焼き、次にエビを焼いていきます。いつものタレを作ります。モーハンと呼ばれるベトナムの海鮮焼きによく使う焦がし焼き油です。料理が出来上がりました。いただきます。魚も牡蠣もプリプリで美味しいです。本当はのんびりしたいところですが、ここはあまり安全ではないので、午後3時か4時にはキャンプを終えて町に戻りホテルを探します。テントは設置せず、日焼けをしないように屋根だけを作りました。ニャチャンの海は本当に綺麗で風が涼しいです。今回はロングビーチの方に行きましたが、町にあるビーチは観光客が多く賑わっています。
周りの景色もとても綺麗です。旅行にはぴったりだと思います。皆さんもぜひ機会があれば旅行してみてくださいね。物価もホーチミン市と同じぐらいです。今から荷物をバイクに積んで帰ります。帰り道、景色が本当に綺麗でした。今日は海で遊んでとても楽しかったです。それではニャチャンに向かいます。カムラン市からニャチャンまでの海沿いの道は本当に気持ちがいいです。実は以前、私たちはバスでニャチャンへ旅行しました。その時はバスの窓から景色があまり見えなかったこともあり、ニャチャンにはあまりいい印象が残りませんでした。正直ただ普通の海があるだけの場所だと思っていました。しかし今回はバイクで行ったため、風を感じながら美しい海を眺めることができ、とても気持ちよく楽しい旅になりました。ちなみに以前、ベトナム人の友人と一緒にニャチャンの高級リゾートに3日間滞在したことがあります。その時の印象はあまり良くありませんでした。海鮮料理を楽しもうとタクシー運転手にお店を探してもらったところ、1時間半もさまよった末に結局お店は見つかりませんでした。タクシー代だけで180万ドンもかかってしまいました。さらに船を貸し切って海上レストランに行こうとした時、ロブスターが1キロ300万ドン、ウニが1個10万ドンと、すべての料理が通常の 2,3 倍の値段でした。別のお店に行きたいとお願いしましたが、船の運転手がそのお店からコミッションを受け取っているため、他のお店に連れて行ってはくれませんでした。普通であれば船は貸し切っているので、目的地を言えば運転してもらえます。その日は結局何もできずに終わり、とても悔しい思いをしました。その夜はレストランではなく、地元のローカルなお店を探すことに決めました。しかし、道端で売っていたトウモロコシ炒めでさえ5万ドンと、地元の価格にしては倍以上で高すぎました。こうして前回のニャチャンに対する印象はあまり良くありませんでしたので、同じような経験をしないために次の点に気をつけてください。タクシーはベトナムで有名な会社マイリンやビナさん、グラブといったオンライン配車サービスを利用しましょう。前回私たちが乗ったタクシーはリゾートのフロントで手配してもらったものでした。そのためつい信用してしまいました。また会場レストランに行く際はぼったくりグループに気をつけてください。ニャチャンにはぼったくりグループが存在し、私たちも大変な目に遭いました。リゾート内からターゲットにされ、タクシーや船、レストランまで紹介されましたが、すべての料金が通常よりも倍以上でした。ベトナム語が通じるベトナム人でさえこの状態なので、言葉が通じない外国人は本当に気をつける必要があると思います。私たちだけではなく、周りの他の人も同じような経験をしていたため、今回は共有させていただきました。これはあくまで過去の経験ですが、今回のニャチャンは違いました。美しい海が広がり、物価もそれほど高くありません。現地の人に頼らず、自分で調べて計画を立てることをお勧めします。ニャチャンに到着しました。ここは市内の公園で、家族連れで賑わっていて、とても楽しそうです。運動しているたちもたくさん見かけます。活気に満ちたこの場所に、私も元気をもらっています。ニャチャンはベトナム中部に位置する海沿いの都市で、白い砂浜のビーチが有名で、リゾート地としても知られています。
今日泊まるホテルを見つけました。この辺りはホームステイが少なく、ホテルが多い印象でした。値段は22万ドンです。このホテルの特徴は、入り口の前に足を洗う水道が設置されていることです。部屋の中はこんな感じで、ベッドもトイレも真っ白で清潔感があります。バイクを走らせて少し疲れたので、部屋で一休みします。夜の街を散歩しに行きます。今晩はビュッフェに行こうと思います。1人当たり25万ドンでビール飲み放題です。ビールはタワーで出てきます。ここのビュッフェはなかなかおすすめです。普通のビュッフェだと海鮮が少なかったりしますが、ここは種類が豊富で量もとても多いです。お店の前ではワニの丸焼きがされています。ワニのお肉は鶏肉に似た味と匂いですが、少し固めです。ワニの形が見えていなければ、今食べているのがワニの肉だとは誰も気づかないかもしれません。お腹いっぱい食べました。途中でロシアの食材店を見つけました。最近、ヤチャンではロシアの人が増えているようです。去年、ヤチャンに旅行した時は韓国人が多かったのですが、今は中国とロシアの人が多いように感じます。スーパーマーケットには中国やロシアの飲み物がたくさん売っています。今日も一日いい日で楽しかったです。ホテルに戻って休みます。それではまた会いましょう。メトライフキャンパスからお知らせです。ホーチミン市内でお困りごとはございませんか？ぜひメールにてご連絡ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。